どうも皆さん、おはこんばんちは、スターレール動画のお時間です。前回のカフカ動画の再生数がとんでもないことになりました。完全にバグってましたね。そこはバグってたで良いのでは。動画の収益も当然アップしたのでウハウハ。さすがにスターレールにお金を使いすぎていたからな。ここは堅実に貯金しつつ、陰月や不言に貯金しておこう。というとでも思ったか。そうしろや。酔い越しの金は持たぬ主義でな。ホヨバに稼がせてもらった金は、ホヨバに返してきました。ということで、今回はカントツルカの動画です。ルカは虚無の運命を歩む、継続ダメージで戦うキャラだな。カフカとの相性の良さが注目されているが、相手の体力を参照する豪快な劣走ダメージが特徴。その反面そのダメージの限界はルカの攻撃力が参照されており、強大なボスには自身の攻撃力が枷となってダメージが伸びず、雑魚的には参照する HP が低すぎてダメージが伸びない、なんとも歯がゆいキャラクターとなっているイメージなんだが、他にも敵のバフを消せたり、必殺技で相手の防御力を下げたり、星4番の銀狼みたいな動きができるのが特徴ですね。同じく防御力を下げる点で言えば、複数の敵の防御力を下げれるペラもいるよな。ペラとの差別化は列車や強化通常攻撃などで、ルカ自身もある程度ダメージを出せるという点、弱点こそ付与できませんが、モチーフの光塩水、決意は汗のように輝くも合わせて、相手の単体防御力をガンガン削って、エースのアシストをするキャラクターです。とても言うと思ったか。なんだよお前。察しの良い、ベテラン視聴者の皆様はお気づきでしょう。このチャンネルがそんな模範回答を教えてくれるわけがないと。絶対草の人チャンネルは、キャラの正しい使い方は教えてくれないんだと。皆様のご期待にお答えしまして、本日のシェフのおすすめは、ワンパンマンルカとなっております。モチーフで防御ダウンどこ行ったんだよ。アシストやサポートなんざ、犬にでも食わせておけば良いのです。男なら、拳の一撃で語ってなんぼでしょうが、ということで視聴者の皆様お待たせいたしました。これが、このチャンネルが出した答えです。週末13、いつもありがとうございます。サンドバッグかわいそうすぎる。はい、ということで改めましていつもの遊び場へようこそ。なんと、次のバージョンでは模擬宇宙に大改修が入り、バージョン2が実装されるということでとても喜んでいます。マジでこのチャンネルは模擬宇宙をおもちゃにしすぎ。なんかプーマンが20匹ぐらい放牧されてる映像も公式から出てきて笑いました。養豚場かなってレベルでヤバいカオスな感じでしたね。新しいバージョンでは新しくなる模擬宇宙に注目していると。まあ未来に思いを馳せつつ、今回の動画の趣旨に移りましょう。今回の動画の主役はルカです。ルカは動画の最初に正しい使い方を紹介した通り、虚無の運命を歩むキャラで、敵単体の防御力を下げたり、相手の HP を参照する列車のデバフで HP を削っていくのがメインの戦い方になります。通常攻撃やスキルで投資バフを獲得していき、バフを2スタック消費することで、通常攻撃が強化通常攻撃に変化するんだよな。なので、スキルを使って特殊な列車状態を付与してスタックを貯めて、強化通常攻撃でその列車を強制的に誘発させるというのが、カフカになんとなく似ている継続ダメージ系戦闘キャラです。個人的には敵の HP を参照するものの、自身の攻撃力が枷となってしまう列車よりも、必殺技やモチーフの光塩水で付与できる、防御ダウンの方に注目しています。星4のキャラで安定して防御ダウンが付与できるのは、ペラがとても評価されている一因になっているよな。防御ダウン能力だけで言うと、複数の敵を一度に対応できるペラの方が優秀ですが、ルカにはペラにはない、単体攻撃力があります。冒頭のダメージチャレンジでは181万ダメージが出てたな。必殺技のダメージ倍率が非常に高く、着弾前に防御力ダウンを付与する都合上、とんでもない威力のパンチを放つことができるワンパンマン。今回はその拳の一撃を極めるべく、壊滅の運命の祝福を選択し、メンバーには調和ガールズから、ブローニャと帝運を抜擢、そして一撃の重さを極めるために、防御力を下げられる銀狼を連れてきました。どうしていつもヒーラーとタンクをないがしろにするのか。帝運はカフカ同様、継続ダメージで戦うキャラとは相性が良く、バフで味方の攻撃力を伸ばしてくれるので、列車ダメージの上限が伸びます。銀狼やルカの防御力ダウンは、列車ダメージも伸ばしてくれるので、単純に攻撃力を上げるよりも得られる恩恵が大きいです。このゲームでは攻撃力を上げるより、防御力を下げた方が同じ倍率でも効果が大きくなる。そして本気パンチ、これはまだ祝福のバフが足りていないので、この後のルカの攻撃を強化するためのデバフでしかない。その割にすでに5万ダメージを超えていたけどな。うちの動画では虚空で30万ダメージを超える一撃が出てますからね。当然リカさんにはそれを超えるダメージを出してもらわないとダメです。日に日に上がってしまうハードル。さて、スキルでルカ専用の特殊な列車と撃破時に与える列車の2つが付与されました。さらに帝運の必殺技でルカの攻撃力をブースト。ルカは一体の敵しか殴れないから、運命の反響や他のキャラを使って雑魚の梅雨払いもしてと。銀狼もスーパーキャリー動画を撮った時からさらに強くなっていますが、今回はあまり活躍しないことを祈りたいですね。さて、それじゃあルカの強化された通常攻撃を見てみるか。
この連続パンチで何度も裂傷ダメージの一部を誘発しているので、ブローニャのスキルなしでもこの通り9万超え、スキルでもなく、ただの強化通常なんだよな。模擬宇宙で強化されてるんでしょって思う人もいると思いますが、私が選択しているのは壊滅の運命なので、HP が 50% を切って火事馬力状態になってからが本番です。最終的に何万ダメージが出るのか、みんなも予想してくれよな。なお現在デバフ異物を2つもつかまされているので、模擬宇宙の中で使うお金がほとんどありません。割と下振れていますが、ここでエントロピーイベントを引けたのはラッキー。ダメージアップのエントロピーを引けたのは、動画内では初めてですかね。まあこれで下振れが普通ぐらいにはなったか。まだまだここから壊滅の祝福を集めていかないとなので、火事馬力ルカ君の完成はもう少し先ですね。そういえばダメージチャレンジの時には、光塩水をカフカのモチーフである松の実にしていたけど、ルカの一番相性のいい光塩水って松の実なのか？ルカと相性がいい光塩水には2パターンあります。まずはデバッファーとして活躍させるなら、モチーフである決意は汗のように輝くです。これは必殺技で付与する防御力ダウンとは別に、もう一つ防御力ダウンを付与できるのでとても強い。そして今回のルカのように、ルカ自身で殴ることを優先するのであれば、カフカとも相性のいいことで有名な、おやすみなさいと寝顔がめちゃくちゃ強いです。こちらはダメージが相手に乗っているデバフの数に応じて上昇するので、最大である3段階乗ると貫突時で 72% もの攻撃力バフがかかります。あまりの強さにカフカですらモチーフ光塩水の1凸ぐらいまでなら、おやすみなさいと寝顔の方が強くなってしまう始末。星4光塩水って、結構こういうぶっ壊れたやつがあるんだよな。虚無の運命の光塩水には優秀なものが多いので迷っちゃいますね。今はもう手に入らないのが残念ですが、勤労イベント時に配布された初めてのクエストの前にも、配布で貫突できる光塩水とは思えない性能をしていました。あれ以降まだ配布の光塩水は来てないんだよな。1バージョンごとに1枚ずつぐらいもらえるかなって思ってたんですけどね。原神勢曰く、配布の武器は再配布イベントないらしいので、光塩水も再配布されない可能性が高い。なので次の配布は見逃さないようにしたいですね。ゲーム内では、結構壊滅の祝福が集まってきたな。運命の反響の強化も2つ目が取れましたね。相手の防御力が運命の反響でも下げられるようになりましたし、順調に、味方の HP も壊滅状態に陥ってきました。ヒーラーいないのに終わってるよな。星雲あたり勢い余って死んじゃいそう。撮影中に1回ありました。やっぱやってんじゃねえか。今回はデバフアイテムを2つも取っているので、星雲が死んでしまうと蘇生する費用がありません。なので星雲が死んでしまうとそこで挑戦終了ですね。ギリギリの生活してんな。まるで私のお財布の中みたいですね。お前の財布がすっからかんなのはガチャのしすぎ。どんなにみんなが動画再生してくれても、課金が激しすぎて収益が追いつかん。財布、壊滅の運命。でも、お金は天下の回り物ってことわざが日本にはありますからね。ちょっと違うくない？私の課金は巡り巡って私を借りに来るんです。それ単に破産しとるだけや。およばさん、案件お待ちしてます。それよ。それはそれ、これはこれとして、中ボス2体目なわけですが、火事馬力系もある程度揃ってきましたし、ちょっとルカ君の火力が気になってきましたね。最初の中ボスの時点では、必殺技で5万ダメージ、強化通常攻撃で9万ダメージだったな。多分それぐらいの数字が、模擬宇宙以外でのルカの理論値になりそうな気はしてます。ですがここは模擬宇宙、理論を鼻で笑って飛び越えるのが有意義。キルで4万2000、それ特殊な列車を付与するだけの技でしょ？イーズルかー。19万5649ダメージ？その後列車もろもろで8万1679ダメージ。さあ、楽しくなってきましたよ。合計で約28万ダメージがすでに出るのか。実は今のダメージ自体は、ルカの1突効果までしかほぼ使っていないので、みんなの異物をしっかり用意して、おやすみなさいと寝顔を装備できれば、ある程度真似できるシチュエーションなんですよね。ルカ君強くない？そしてこの強化通常攻撃が貫突必要なギミック。なんで通常攻撃で20万ダメージ出てんの？バカなの？壊れてんの？俺が敵を壊してるんだよー。バフが乗り切ってなくても13万ダメージか。こいつ虚無の運命とか言ってますし、相手に防御力ダウン与えてデバフかけますみたいな顔してますが、普通にゴリゴリのアタッカービルドした方が使えると思います。それ玉空の動画の時も聞いたな。玉空と違って、スキルや通常攻撃もダメージリソースなので、普通にアタッカービルドが強いです。細かい異物やステータスは最後に載せますが、私が使っているルカは会心ステータスを中心に上げています。攻撃力3059、会心率 63.8%、会心ダメージ 117.3% か。本来であれば列傷ダメージを伸ばすために、攻撃力と効果命中を上げると思いますが、その肝心の列傷ダメージがルカの攻撃力で頭打ちにされているため、単純に会心ダメージを上げた方が強くなる傾向にあって、カフカと合わせて使うなら、
攻撃力と効果命中を上げた方がいいですが、普通のパーティーに入れるなら会心ビルドで組んで、サブアタッカーとして入れると強いと思います。防御力を下げられるペラとも共存が可能だし、低運やアスターとも相性がいいので、ルカ君は玉空と違って相手を選ばない優秀なやつですね。ってことで、最近お馴染みになってきたジェパード君。誰界で最も殴りやすいラスボス第1位。開幕秘技の列将も、確実にジェパードに当たるので助かる。確かに秘技の列将ダメージが1万4000程度だとすれば、最大育成でルカの攻撃力の338% を超えないわけだしこの程度か。相手の最大 HP24% の列将ダメージって文言だけなら強かったんですけどね。強すぎるわ。なので列将ダメージで戦うには、雑魚は HP が少なすぎていまいち、ボスは攻撃力のダメージキャップのせいでいまいち、ならもう拳で殴ればいいじゃん。なんかちょっとルカっぽいな。そう、ルカの気持ちになって考えたとき、人は真のルカの姿にたどり着くわけです。ってことで、バフを持った列将にかけ直してと、列将ダメージ自体は会心は発生しないけど、バフのダメージ上昇や攻撃力上昇の恩恵は受けるからな。防御力ダウンとかも影響を受けるので、本当は全部終わった後にかけたいのですが、そこまで待ってるとジェパード君が死んじゃう。ってことで、殴られて火事馬力発動、行くぜ、必殺マジシリーズ。どっかで聞いたことあるフレーズだな。マジ殴り6万ダメージしか出てないっすよ。おっかしいな。まさかここに来て会心を外してしまうとは。恥ずかしいな。ちょっとタンマ、一旦仕切り直しな。さすがにちょっとやり直しを要求したい。お願いしますよ。次は失敗しないでくださいよ。逆に会心出てないのに6万出てんだが。ちょっと見てる側も感覚バグってきてるから。よっしゃ準備完了。投資バフが2段階しか溜まってないけど仕方ない。果たして何ダメージ出るのか、序盤に予想した数字と比べてみてくれ。頼むぞ、当ててくれよ。いったー。ほぼ40万ダメージじゃん。星4キャラで、デバフ役の虚無の運命なんだよな。いやー、これだからスターレールはやめられないぜ。私、原神プレイしたら多分財布だけじゃなくて人生も失う気がするので、原神は絶対プレイしません。いや確かにお前は原神ハマるタイプだわ。スターレールでもこんなハマってんだもん。案件来ても絶対やるなよ。それはやる。人生終わるぞ。ということで、ルカを極めるとどうなるのかお分かりいただけただろうか。ぜひ皆さんもカフカ引いた時に出たルカがいると思うので、興味があったらこの後紹介するビルドを参考に、ルカを育ててみてください。ってことで、最後にもう一発、残り HP2% のジェパード君を殴って終わりにしたいと思います。は？チャンピオンの実力、思い知ったか。ご視聴、ありがとうございました。ということで誰のためになるのかわかりませんが、ビルド紹介のコーナーです。ここまで動画を見てくれているのは 20% ぐらいの視聴者さん。最後まで見てくれていつもありがとう。さっさとビルド紹介しろ。プレイ中にもちょっと映していましたが、基本ステータスはこんな感じです。攻撃力よりも、会心に比重を置いたビルドになっています。本気で攻撃力を上げれば、4000中盤ぐらいまでは簡単にいけるかと。ですが攻撃力5000で換算しても、列将のダメージキャップは1万6900ダメージ程度。おやすみなさいと寝顔や物理ダメージバフを加味してもしょっぱい。この光塩水がめちゃくちゃ強いんだよな。ペラのモチーフ光塩水なんですけど、ペラとは大して相性良くないっていうね。むしろペラにはルカのモチーフの方が相性いいっていう。もしかして二人ってそういう関係なんですかね？私はテキストの誤色を疑ってる。奇跡。特に言うことなし、ルカは通常攻撃を強化して戦うので、通常攻撃もしっかり上げましょう。そしてメインディッシュの異物です。おすすめは成り上がりチャンピオン4セット、星々の競技場2セット。ですが、成り上がりチャンピオンは立ち上がりが遅く、星々の競技場は会心率 70% を満たすのが難しいので、今回はこのような構成になっています。個人的に先週が掘りたくて、第3宇宙ばかり行っているので、サルソットの厳選が進んでいないのが残念です。今後は新キャラのためにも第6宇宙に行かないとだな。陰月考慮したら、第7宇宙に行った方がいい気もしますが、星々の競技場は高円錐側で会心率を上げてくれないと、条件満たすのが厳しいのが難点ですね。ということで本当に最後までご視聴ありがとうございました。模擬宇宙バージョン2に向けて、どんどん動画出していくので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴、ありがとうございました。